本では11月くらいになるときれいな着物を着た小さな子供たちを見かけるようになります。よく見てみると子供たちは絵柄のついた縦長の袋を持っています。この袋の中には千歳飴という飴が入っています。千歳というのは千年を意味します。この飴のように元気よく粘り強く成長してほしいという願いが込められています。七五三という行事に行くと子供たちはこの千歳飴をもらえます。子供たちにとってこの飴は七五三の楽しみです。七五三という行事はどんなものなのでしょうか。地域によって違いはありますが、それぞれ男の子は5歳、女の子は3歳と7歳でお祝いをします。これは子供が無事に育ってほしいという願いを込めて行われます。昔から子供は7歳までは神の内と言われていました。7歳までは神様の子供として大切にされてきたことを意味します。7歳になって初めて人間の子供であると認められたのです。その理由は現代に比べて医療が発達しておらず、衛生面も良くなかった昔は小さな赤ちゃんの死亡率がとても高かったのです。そこで無事に子供が育っていることを神に感謝するとともに、成人までの儀式として3歳、5歳、7歳にお祝いをしたのです。実は今では日本全国に広まっている年中行事の一つですが、もともとは関東地方だけの風習でした。七五三の由来となったのは3歳、5歳、7歳に行っていた3つの儀式です。それぞれの儀式には次のような意味があります。3歳、髪置きの儀。これまで剃っていた髪を伸ばし始める儀式です。頭を清潔にすることで病気を防ぎ、健康な髪が生えてくると信じられていたため、男の子だけではなく女の子も髪を剃る風習がありました。5歳、袴着の儀。男の子が初めて袴を身につける儀式で、幼児から男子として社会の一員へ仲間入りをするという区切りの意味があります。7歳、帯解きの儀。着物を着る際、女の子がこれまで使っていた細い付け紐を外して、大人と同じ幅の広い帯を締める儀式です。七五三の儀式では、子供の成長を感謝するため、神社に参拝に行きます。もともとは、11月の満月になる昼間に、自分の住む土地を守る神様がいる神社にお参りをしていました。これがだいたい11月15日になります。ですが、最近では母親も父親も働く共働きの家庭も多いので、11月15日前後の土日や祝日にお参りをするのが一般的になっています。あまりこだわらずに10月から11月くらいで家族が揃ってお祝いできる日に行う人たちも大勢います。神社で子供の安全を祈ってもらうことを祈祷と言います。
この祈祷は予約が必要なことが多く、まずはお参りする神社に予約をします。七五三の正式な参拝日である11月15日当日や前後の週末は混雑しやすいので、9月初旬までに神社に連絡をする人もいます。七五三は本来服装の決まりはないとされています。家族や親族の中でお祝いをするものだからです。でも神様の前に出る儀式であるということを考え、子供や家族も着物やスーツ、フォーマルなワンピースなどを着る人が多いようです。基本的には服装の決まりはないものの、七五三では子供が和装をする際は年齢ごとに種類の違う着物を着用します。3歳の女の子は三つみという帯は柔らかなへこ帯を使います。さらに皮膚という袖のない上着を着るのが一般的です。小さな子供でも負担が少なくなっています。7歳の女の子は四つみという子供サイズの大人用の着物を着ます。必要な小物や着付けの方法などは大人と同じです。着付けには襦袢や半襟、帯揚げ、帯締めなど、また扇子などの小物も必要です。男の子は羽織袴です。羽織という上着と袴という今でいうズボンを身につけます。では親たちはどのような服装をするのでしょうか。七五三の主役は子供たちです。親たちが子供より目立ってしまうのは良いことだとは言えません。ですが、普段着のようなカジュアルすぎる服装もダメです。そのため、最近では動きやすいワンピースやスーツを着る人が多いようです。家族みんなでおしゃれをした時には写真を撮りたくなります。儀式が終わった際には神社で多くの人たちは子供たちと一緒に写真を撮ります。神社ではなく撮影スタジオに行って家族写真を撮る人もいます。また近年ではお参りよりも写真撮影がメインとなってきています。お参りはせず写真撮影をして祝うという家族も増えてきているようです。ですが、どの地域であっても子供がその年齢まで無事に成長してこられた感謝とお祝いの意味があります。そしてこれからの健康を祈り願うということには変わりありません。